たった一枚のイラストにまるで魔法みたいに命を吹き込んで、どんな角度からでも自由に動かせるとしたら、あなたはどう思いますか？面白い問いかけですよね。でも、今回の資料はその答えをもう示してくれています。魔法はありません。あるのは賢い段取りだけです。と。まさに、今回はその賢い段取りを体現したツール群、ウィーバーシリーズをめぐる一種の冒険の物語です。ある開発者さんが直面した高価な壁という試練があって、それを乗り越えるために自ら作り上げた独創的なツールたちが、それまでの制作工程をどう変えたのか、今日はその道のりを皆さんと一緒にじっくり見ていきたいと思います。では早速その冒険をたどっていきましょうか。まずは冒険の前夜。主人公の開発者さんが最初に選んだすごく有望に見えた道ですね。資料だと爆速ルートなんて呼ばれています。これはカートゥーンアニメーター5、通称 CA5 っていうソフトを使ったワークフローでした。しかもその手順が本当に魔法みたいにシンプルだったんですよね。まず、クリタみたいなペイントソフトでキャラクターの絵を描いて、次に分割の賢者なんて呼ばれているレイヤーウィーバーっていうツールにかける。すると、その1万円がリギング、つまり骨を入れられるようにパーツごとに自動で分割された PSD ファイルとして出てくるんです。で、その PSD ファイルを CA5 の画面にドラッグ&ドロップするだけ。それだけでキャラクターに自動で骨、ボーンが組み込まれて、もうすぐに動かせる状態になる。本当にこれまでの苦労が嘘みたいな、まさに完璧な解決策に思えたわけです。でも、物語にはつきものですよね。ここで最初の、そして最大の壁が立ちはだかるんです。コストと、そして創造性という2つの大きな壁です。まず、高価な壁。もっと本格的な 3D モーションデータを使おうとすると、iClone 8っていうすごく高価な別のソフトウェアを経由しないといけなかった。そして、創造性の壁。たとえその高価なソフトを手に入れても、キャラクターの絵はあくまで正面向きのまま。だから、空から見下ろすような俯瞰とか、地面から見上げる煽りみたいなダイナミックなアングルを適用すると、動きだけが変わってしまって、すごく不自然に見えたんです。まさに行き止まりの状態だったわけですね。そこで主人公は決意するわけですね。高価な鍵がないなら、自分で新しい道を切り開くまでだと。この決意が、今回の冒険の主役たち、ウィーバーシリーズのツールを生み出すことになるんです。こうして生まれたのが、この新しい道の心臓部、コアエンジンになるツール、モーションの錬金術師こと、モーションウィーバーです。モーションウィーバーの役割は、あらゆる 3D モーションデータ、具体的には BVH っていう形式のファイルを 2D アニメーションで使えるように翻訳して浄化することなんです。BVH ファイルっていうのは、モーションキャプチャーなんかで記録された人間の骨格の動きのデータのことですね。ただそういうデータって結構ワイルドでノイズが多かったりするんですよ。モーションウィーバーはそういう荒々しいデータをちゃんと飼いならして扱いやすくする、まさに錬金術師なんです。この錬金術が以前のワークフローの限界をどう突破したか、まず注目すべきは自由な視点設定。縦回転を調整すれば、俯瞰や煽りといったどんなアングルも後から自由自在に適用できます。
次に、一見地味なんですけど、後の工程で絶大な効果を発揮する T ポーズモード。これは、モーションの1フレーム目に基準となる T ポーズを挿入する機能で、これが後々の物差しになります。そして最終的に、モーションの魂となる座標と骨格のデータを生成する。これで、どんなアングルでも、しかも綺麗に整えられた動きが手に入るようになったわけです。さて、魂は手に入りました。でも、ここで素朴な疑問が湧きますよね。動きのデータだけ俯瞰になっても、キャラクターの絵、つまり器が正面を向いたままじゃなんだかちぐはぐじゃないですか。まさにその通りです。そして、その魂と器のミスマッチを解決するために、再び賢者の出番となるわけです。新しいワークフローはこうです。まず、さっきのモーションウィーバーで、作りたいアングルの T ポーズだけを設計図として1フレーム分出力します。アーティストさんはその設計図をダ型にしてキャラクターをそのアングルで描き起こすんです。で、最後にそのアングル付きで描いた絵を賢者レイヤーウィーバーにかける。すると、リギング可能なパーツに自動で分割してくれるんです。これ見事な連携プレイですよね。モーションウィーバーで角度付きの設計図を作り、それに合わせてアーティストが器を描き、レイヤーウィーバーがそれを組み立て可能なキットにしてくれる。これで魂と器、両方のアングルが完全に一致して、最初の壁を直の創意工夫で見事に乗り越えた瞬間です。さて、一つのアングルが作れるようになっても、アニメーション制作ってそれで終わりじゃないですよね。一つの作品には何十、何百っていうカットが必要になる。ここからが、この新しい冒険の真骨頂。自動化の魔法です。そこで登場するのが、量産の工場長、バッチウィーバーです。これは先ほどの錬金術師、モーションウィーバーをテキストの命令で直接大量かつ高速に動かすための自動化ツールなんですね。やることはシンプルで、まず、このスライドにあるような CSV ファイルにレシピを書き込むんですよ。このカットは正面アングルで10フレームから50フレームまでとか、次のカットは俯瞰60度で60フレームから80フレームまでみたいに。このレシピ、つまり発注書をバッチビーバーに渡せば、あとは工場長が全カットのモーションデータを全自動で作ってくれるわけです。でも大事なのはここからです。クリエイターってアーティストであってプログラマーじゃないですよね。この強力な自動化の魔法をさらに直感的にアーティストが使えるようにする。そのための最後のピースが最終目的地であるアニメーションソフト、モホプロで待つ構築の職人、リグ・ウィーバーの役割なんです。ここからが本当に面白いところですよ。まず、モホの画面上で絵コンテを描くように視覚的にアングルを計画します。次に、タイムライン上に正面とか俯瞰といったマーカーを置いていく。そして、リグ・ウィーバーのバッチジェンボタンをポチッと押すだけ。信じられないかもしれないですけど、これだけでさっきのレシピファイルが全自動で生成されるんです。あとはそのファイルを実行して、モホでリターゲットボタンを押せば、あらゆるアングルのモーションを瞬時にキャラクターに適用できる。まさに魔法のようなワークフローです。
これがこの冒険の結論です。ただ、高価なツールへの依存から脱却しただけじゃない。以前とは比べ物にならないくらい強力で柔軟な全く新しいエコシステムを手に入れたんです。このスライドが全てを物語っていますよね。最初の爆速ルートは確かに手軽だったかもしれない。でもその先には高価な壁と表現の限界という行き止まりがあった。しかし、その壁を乗り越えるために自分たちで切り開いたこの新しい道は、結果的にカメラアングルに対する完全な自由と試行錯誤のコストを劇的に下げるパワフルで柔軟な政策のエコシステムを構築することになったんです。まさに、このチームによる見事な連携プレーです。モーションウィーバーが魂を練り、レイヤーウィーバーが器を作り、バッチウィーバーがそれを量産し、そしてリグウィーバーがモホという舞台の上でそれらすべてを統合する。賢い段取りが魔法を超えた結果を生み出したわけですね。さあ、最後に皆さんへの問いかけです。このエコシステムを使えば、例えばウェブカメラで撮ったあなた自身の動きをキャラクターの魂にすることも可能です。壁がなくなった今、もしあなたの動きがキャラクターの魂になるなら、あなたはどんな物語を想像しますか？